はい、セリカさんです。今回はハイグレードガンダムバルバトスルプスレックスアイアンブラッドコーティングに3種類のトップコートをしたらどんな見た目の変化があるのか実験していきます。このガンプラは最初から特別な塗装がされているのでトップコートをしてもいいのかわからない方がいると思うので実際に試してみました。それでは早速作っていきましょう。仮組み前に軽くパーツを確認します。レックスの外装パーツでホワイトだった部分が特別な塗装がされたパーツとなっています。後で塗料を剥がして確認しますが、シルバーの上からクリアブラックを塗装しているパーツでした。ブラックだけど光沢感のあるかっこいい見た目となっています。関節や一部外装パーツはメタリック風の成型色パーツとなっています。塗装はされていないので先ほどのパーツよりかは綺麗さはありませんが、それでも普通の成型色よりかは特別感があります。全部のパーツを同じ塗装にしないことで組み上がった時の情報量を多くしたかったのかもしれませんね。塗装されたパーツはニッパーで切り取れますが、パーツによってはゲート跡が目立ちます。多分ランナーごと塗装しているのでこれはしょうがないですね。組み立てた時にゲート跡が目立たないような構造になっていますが、どうしても一部パーツは目立つ配置となっているものがあります。仮組みを確認してみましょう。正面から撮影ライトを当てているのですが、めちゃくちゃ光を反射して撮影が難しかったです。映像でもすごく反射しているのがわかると思いますが、これでも頑張って反射が少ないように撮影しています。実物だとバルバトスらしく渋い見た目なので、ガンダムベースで展示されていたら一度は確認してほしいです。足りない色のためにシールも付属していますが、このガンプラを買う人は多分使わないと思います。なので一応どんな見た目になるのか確認のためにシールを貼っていきます。ちなみにシールは確認した後に剥がしました。シールを貼った状態を確認してみると、胴体周辺はブラックのシールが多めなのでそこまで違和感はなかったです。つま先やテイルブレードに貼ったイエローのシールが目立つ印象になっています。ワンポイントのカラーとしてシールを使うかどうかは個人の好み次第なので、気になったら貼ってみてください。ここからはトップコートを吹き付ける実験をします。使用したトップコートは水性ホビーカラーの光沢半光沢艶消しの3種類を使用しました。トップコートは腕や足の部位などある程度組み立てた状態で吹き付けました。本当は余ったランナーのタグで実験しようと思ったのですが、組み立てた状態の方がそれぞれの違いが分かりやすいかと思ったのでこのようにしました。吹き付けはエアブラシでやりましたが、スプレータイプのやつでやってもほとんど同じです。それでは結果を見ていきましょう。左から光沢半光沢艶消しを吹き付けたパーツの順番で並んでいます。カメラ越しだと違いが分かりにくいですが、光の反射具合などを見てみると確認しやすいです。光沢は元のパーツより艶が統一されることでさらに綺麗な見た目となりました。無難に仕上げたい人は光沢を選べば問題ないです。半光沢と艶消しは光の反射を抑えてどちらも重めの質感になるような印象になりました。半光沢の方が少し光沢感があるような感じですが、艶消しと比べてほとんど違いがわからなかったです。元々のパーツが綺麗なので何もしないというのが一番安定ですが、もしトップコートをする場合はこの結果を参考にしてください。ここからは塗装されたパーツの塗料はどうやったら剥がれるのか実験していきます。最初にラッカーの薄め液を使って実験します。薄め液はガイアノーツの商品を使用しています。綿棒に薄め液を含ませてこすってみたのですが、すごく簡単に塗料が落ちていきました。こすったところからすぐに綿棒に塗料がつくので30秒ぐらいで綺麗に塗料が落ちました。一応元のパーツと比べてみますが、しっかり塗料が落ちています。下地のシルバーが落ちなかったので、上塗りだけ落としたい場合にはラッカーの薄め液を使うと早く落とせます。次にキッチン用マジックリンで塗料が落ちるのか試してみます。やり方は先ほどと同様に綿棒にマジックリンを含ませてこするだけです。5分ぐらいずっとこすっていたのですが、塗料が落ちているのか落ちていないのか微妙な結果でしっかり塗料が落ちなかったです。なので次にマジックリンの原液の中に沈めて3日間ぐらい放置してみました。ちなみに3日間放置した理由はスト6用にレバーレスを自作してて動画撮影をサボっていたからです。3日間放置したパーツを確認してみると綺麗に塗料が落ちていました。といっても下地のシルバーは残っていて、上塗りのブラックだけ落ちていました。途中経過を一切確認してなかったので何日目でこうなったのか分かりませんが、ここまで落ちたのは驚きました。元のパーツと比べてみると明らかに色の違いがはっきり分かります。下地のシルバーは落ちていないので別のクリア系塗料で塗装し直すことができそうですね。ただ塗料を落とすのに時間はかかるかもしれないので、匂いとか気にしないならラッカーの薄め液でやった方が時間短縮にはなります。ついでにマジックリンの色を比べてもはっきりとどす黒い色に変色していました。どれぐらいで塗料が全部落ちたのかは分かりませんが、一応つけ置きしておけば上塗りの塗料だけは落とせます。一通り実験が終わったので最後にトップコートをします。今回はオルフェンズの世界観のような重量感のある見た目にしたかったので、艶消しのトップコートで仕上げました。3回ほど重ね塗りをして塗膜を厚めにして仕上げています。トップコートが乾燥したらあとは組み立てて完成です。仮組みと比較しながら完成品を確認してみましょう。
元の状態と比較してみますが、艶消しを吹き付けた方は表面の質感や艶がなくなって重厚感が増しています。カメラ越しだと分かりにくいですが、実物だとかなりの変化があります。本当はあと2体購入できれば光沢半光沢もできたのですが、1人1個の制限があるのでできませんでした。見た目の変化が分かりやすくなるかと思って近距離でも撮影してみました。近距離で見ると質感の変化がだいぶ分かりやすいかと思います。元の状態でも十分すぎるぐらいかっこいいので、軽く一手間加えたいと思ったらトップコートでもして遊んでください。武装は元のキットと同じ内容なので、超大型メイスとテイルブレード用のリード線が付属しています。リード線は普通のもので、被服が特別なカラーになっていないのが少し残念ですね。可動範囲も元のキットと同じで、かなり自由なポージングをすることができます。バルバトス系は躍動感があるポーズが似合うので、可動範囲が広いのは助かります。ここまで見てくれてありがとうございました。クリアカラーのバルバトスルプスレックスの制作動画もあるので、気になったら概要欄からご視聴お願いします。このチャンネルではいつもはクリアカラーガンプラをメインに色々な実験をしながら動画を投稿しています。チャンネル登録前に他の動画も見ていただけるとプラモ作りの幅が広がります。それでは次の動画でまたお会いしましょう。